はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回は、ヤンインのニューモデル、カルメンです。デビューの夏休みを取ってたんで、ちょっと遅れての公開です。今回は、波形測定と視聴がほぼ同時だったんでしょ？レビューもいつもとちょっと順番を変えてるのよね。そうだね。ハイエンドモデルだし、価格を先に言っちゃうと、なんだ、自分には関係ないやって思われちゃいそうだし、数年前、レビューを始める前の自分がそうだったから。まあ、価格は調べればすぐわかることだけどね。でも、買う買わないは一旦置いといて、とりあえず見てもらって、こんなモデルだよっていうのが伝わればいいなーって思ってるんでしょ？そうそう。じゃあ早速見ていこうか。まず、いつもはやらない開封シーンからですね。これはどうしてですか？外箱の作りが凝ってたからだよ。横にスライドして出てくるのなんてあまり見かけない。下側から出てきたのはクロス、バネ口ポーチ、そしてポーチの中からケーブル、あと紙類。次は上の段、ここで本体のお目見え。それとイヤーチップ。ジャックさん、箱ちゃんと元に戻せた？まだだけど、レビュー終わったら戻せるように動画撮ったんで大丈夫。開封動画の本当の理由はそこかい。外観は紫と星の要素が統合されたデザイン。強い視覚的インパクトと神秘的でロマンチックな雰囲気を提供し、オペラ、カルメンの情熱的でスペイン的な感じを連想させます。手作りのデザインは微量プレートの樹脂を使用し、フェイスプレートが立体的に見えます。パープル基調のカラーもいいですね。重さは実測 5.5g、軽い方ですね。サイズで気になるような点もなく標準的だと思います。ケーブルは 0.78mm にピン、カスタムインイヤーモニターコネクターを標準装備。3.5mm、オプションで 2.5mm と 4.4mm 構成の高品質単結晶導ケーブルは、フォーストランド単結晶導 22AWG140 新構成ね。では、ここからは波形を見ながら進めましょう。バンドルイヤーチップは1種類だけだったね。そうよ。でも、これが結構いい感じなんで、これを基準にすることにしたんですって。ウエット系な食感で。なるほど。まず、カルメンのシングル波形ね。低域が強調されているように見えるけど。確かに低域はしっかり出るね。でも中域の落ち方が少ないんで低域に特化している印象は全然ないね。中高域は2キロ手前から立ち上がり早めが特徴の緩やかでピークと言えないようなピークと4キロ付近にも同じような傾向のピークがあるので明るい感じですか？そうだな。突出したピークじゃないんでこの大域の主張はあまり強くない気がする。6キロ付近は一旦落として8キロのピークへ向かう典型的なカーブですね。そうだね。ちょっとこれを見てもらおうかな。バンドルイヤーチップは1種類だけど2の浅目差しの雰囲気の方が広域がより明瞭な感じに聞こえるんで好きだな。でも浅目差しだと耳から外した時にイヤーチップだけ耳に残っちゃったりするんでおすすめはしないし、この装着の仕方ができるイヤーチップも形状と形の柄みで限られるんで今回は1の深目差しを基準にしてる。次はこれを見てもらいたいんだけど、ファイナル E だと標準に選んだカーブに近い感じになっているね。3から4キロ付近は浅目差しの傾向とほぼ同じ。一方、波形そのものは似てないけど、聞いた感じでは、セドナイヤーフィットライトが2の浅目差しに雰囲気が似てたね。今回のサウンドチェックの比較モデル、セレクトが難しそうですね。そういう時は無理に比較しなくてもいいやって思うんで、音収録はカルメンだけ。ソースをちょこちょこ混ぜて、いつもより少し短めに収録したよ。イヤーチップもケーブルもバンドル品。カルメンが自然に聞こえるよう、音調整はしているよ。とりあえず聞いてみようか。そうしましょう。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Everybody know we gon' do it like this. Come on, everybody, don't stop, don't quit. Do what you do, get down on the floor, shake the body so nice. Everybody feel it, come around with the rhythm, it's a sound. Everybody get down when we give it to you. When we give it to you. Nothing has ever gonna
みにくい感じはしますが、音の太さみたいなのは伝わってきた気がします。まあ頑張っても収録音だからね。意味ないじゃんっていう人もいるのは知ってるけど、自分にメリットがあってやってることだからね。そうなんですね。どんなメリットなんですか？それはね、秘密。波形を見ながらの傾向はさっき触れてるから、あとは聞いた印象だね。そうだね。じゃあ早速。いつもだと低域から順に印象を話しているんだけど、これはまず全体からかな。低域が強くても普通でもあまりミックスに左右されず、そういう概念とはちょっと違う次元で聞かせてくれる感じがする。音全体が面で押し寄せる感覚なんだけど、それがどうすぎてなくてちゃんと制御されてるなーって思える。実はドライバーの詳細情報をチェックしないまま視聴していて、あくまで聞いた印象優先で言うと、通常音の分離が何層かに分かれて聞こえるという表現をする場合、自分の感覚だと3層から4層ぐらいに感じることが多いんだけど、さらに細かく分離しているように聞こえ、それでいてただ分離しているわけじゃないというか、まとまり感もあるから面白い。これはもちろんチューニングも深く関連するんだろうけど、音楽制作時の2ミックスにする前の段階、トラックごとにボリューム調整できちゃいそうな感覚と言えばいいのかな。微妙な点は特にないってこと？太めで感触系とはちょっと違う傾向だと思うんで、声域が少し物足りなく感じる人はいるかもしれない。それが微妙な点と言えるかどうかは音質の好みにもよるよね。そっか、了解。帯域別に言ってみると、低域はしっかり出るけど他の帯域を邪魔しない感じ。ジャックさんの好きなフロアタムは？理想100に対して量感85、アタック感90ぐらいかな。量感優先って感じじゃないな。中域は波形通りフラット意識系ですかね。いや、そんな単純なもんじゃないね。リファレンスにしてる曲のマリンバのアンサンブル部分で音がまとってる空間がはっきり見える感じ。それに普段あまり聞こえない部分までしっかり聞こえて迫力もある。ボーカルの前へ出る感じもすごく自然。2キロ手前から5キロあたりまでのチューニングが絶妙なのかな。普通だったらボーカルとバックやリズムを刻むハイハットとかが混ざってガチャッとした感じになる曲が、こんなすっきり聞こえるのっていう出方をしてくれる。聞いてて飽きないし、もっと色々聞きたくなる。不思議な感じですけど、聞いてみると納得ですね。広域に関してもシンバル系がシャンシャンせず存在感があり、音と音の間に空間を感じますね。低域以外はこの傾向で、それがシンプルに言えば分離ということになるんですかね。そういうことなんだろうね。繊細さとパワフルさを兼ね備えて、どの帯域も極端な主張をしてこない代わりに、全体のバランスがすごくいいよね。ええ、そう思います。そういえばさ、ドライバー構成ってどうなってるの？ああ、リスニング優先だったからまだだったね。片側10個のソニー音声 BA で、ロー4、ミッドに、ハイに、ウルトラハイにの構成のフル BA モデルと、4ウェイのクロスオーバー構成になってる。位相同期保証技術っていうのを採用していて、ダ BA では実現が難しいということなんだけど、それを乗り越えた結果、各周波数帯域は十分な分離度を持ち、音の正確性が際立っているということで、聞いてみた結果と一致する。なるほど、フル BA だったんだ。あんまりそういう感じはしなかったけどね。パワフルだけど自然な出音だったからでしょうね。その中でも分離感はいい意味で BA らしさがあったかな。 BA の数以上に層が分かれて分離してた感じだね。さすがハイエンドモデル。リンソールオーディオさんが送ってくれたからありがたくレビューさせてもらってるけど、10万超えのモデルはなかなか手が出ないからね。でも聞いてみると解像感や表現力の高さ、破綻しないパワフルさ、緻密な調整の結果で特徴はあるけど、楽しく自然に聞ける出音は普段聞いてるモデルとは格の違いが明らかだわ。当分これをメインで聞いていこうかなって思ってる。視聴しないで買うのは怖いですけど、視聴してこの価値が納得できれば欲しくなりますよね。沼にハマってる人ならきっとその流れになるだろうな。ということで、ヤンインのフル BA モデルカルメンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。